こんにちは、トットです。今日はお金の不安をなくす習慣というテーマについてお話ししていきたいなって思ってます。僕は思春期頃からずっと躁鬱で気分の波がかなりあるタイプなんですけど、この気分の波があることによって、すごくお金には困ってきたり、何度も全財産0円になるみたいな体験をしてきていたりとか、失敗をたくさんしてきてるんで、その度に自分で考えて身につけてきたお金との付き合い方みたいなのがあります。題して躁鬱流お金との付き合い方、全体の流れ、波に合ったようなお金との付き合い方、習慣と考え方みたいなことについてお話したいなって思ってます。はい、ということで1つ目、経済水準を下げて自分水準を上げるです。この言葉自体は坂口恭平さんっていう方の本の中からの引用なんですけど、どういうことかっていうと、経済水準を上げることによって自分の水準が上がるかっていうと、実際はそんなことないですよね。お金をどれぐらい稼げるかっていうことに幸福が比例しないっていう研究はもうすでにたくさんあって、もうみんなが知ってると思うんですけど、なぜか経済水準を上げなきゃ幸せになれないっていう、謎の人間の本能みたいなものな気がするんですけど、みたいなものありますよね。それだけじゃなくて、逆に経済水準を上げるっていう風になると、自分の水準を下げなきゃいけないことってたくさんあるような気がしてて、僕の場合は今すごく料理が好きなんですけど、岡山に戻ってくる前、東京にいた時はご飯も基本外食だったりとか、Uber Eats で頼んだりみたいな感じで暮らしてたんですけど、お金を払えば美味しいものを食べれるっていう風になってるから幸せなのかなって思うんですけど、実は料理するっていうこと自体僕すごく好きで、それが僕の心を癒してくれて生活を豊かにしてくれてるんですけど、今はその時は料理をする時間みたいなのを省いて、その時間でお金を稼いで、それで美味しいものを作ってもらって食べるみたいなことをしてたんですけど、じゃあ今どっちが幸せかって言われたら、自分で料理してる方が生活も心もめちゃくちゃ楽しくて幸せなんですよね。経済水準を上げるために手放してしまった自分の水準を上げる活動みたいなものを取り戻していく必要がある気がするんですよね。どういうことをしたら自分は幸せなんだろう、どういうことをしたら自分は豊かになるんだろうって向き合うこととかなり等しくて、自分の幸せみたいなものを感じる感覚みたいなのをどんどん知っていくっていうのが人生の醍醐味だなって思うんですけど、その活動でもあるかなって思ってます。経済水準を下げて、例えば残業する時間をなくしたり、働くする時間を少なくしたりとかして毎月稼ぐ金額を減らしてみる。でもその間の時間に別の何か自分が本当は生活でやりたかったようなことを始めてみるっていう時に、自分の幸せだなって感じる感覚がどう動くかっていうのを実験してみる。そういう小さな実験を繰り返していくっていうことだと思うんですけど、それが一つ目の経済水準を下げて自分の水準を上げるっていうことでした。で、二つ目はお金にワクワクするです。そもそもお金に不安にならないっていうのは、お金のことを考えないっていう意味ではないのかなっていうふうに僕は感じてます。ほとんどの人類の歴史の中でお金的なもの、例えばある時代は貝殻だったりとか、ある時代は米だったりとか、お金っていう役割はもう人類には切り離せないものなのかなっていうふうに個人的には思ってます。なんでもう人はお金から逃れることはできないんじゃないかなって思ってます。お金の不安をなくすためには、逆にお金に踏み込んでいく、お金と仲良くなるっていうことですよね。っていうのがすごく大事な考え方だったなって思ってます。かつての僕は逃げ続けてましたね。大学生ぐらいの時は銀行の残高も怖いから見なかった。バイトも全然続かなくて、でも学費は払わないといけないし、友達にカッコつけるために生活を切り詰めるっていうこともできなくて、本当情けないですけどね。でもお金が減るのは怖いから銀行残高を見ずに毎回引き出すみたいな。で引き出せなくてちょっと絶望するみたいなそういう風に逃げれば逃げるほど逆に怖くなっていくのが人間の心理だなって感じてますね。なんでお金についてすごくたくさん勉強するのがいいかなって思いますね。例えば源泉徴収ってなんであるんだろうなとか、それは個人は怠慢だから個人に支払わせるんじゃなくて会社を通して支払わせようぜみたいなそしたら確実に税金取れるよねみたいな、そんな風にお金のことについて学んで、人の心理にめちゃめちゃ深く関わってんなお金って
ねみたいな風に思ってみること。金融リテラシーがある人ほどお金の不安が少ないっていう風に言われているみたいですね。お金についてワクワクするっていうことによってお金への不安っていうのも僕はなくなっていったなっていう風に感じてます。人間って知らないものに、未知なものに恐怖を覚える気がしてて、知っていけば知っていくほど好きになってくるんですよね。動画も何回か見てるうちになんか可愛いとこあるなこの人みたいな風に好きになっていっちゃいますよね。お金との付き合いもそれと一緒で、お金っていう恋人がいて、恋人のことを知っていけばいくほどだんだんなんかあれお金もなんか可愛いとこあるなみたいな、可愛いとこって何っていう風になっていくのかなっていう風に感じてます。はい。で3つ目ですね、収入と支出の管理のサイクルをできるだけ短くするっていうのがすごくおすすめです。大体の場合毎月給料が出て月ごとに大体支出管理すると思うんですけど、僕の場合はできるだけ毎日日ごとに支出と収入の管理をするっていう方法をとっています。どういうことかっていうと、例えば月収が30万円ですってなったら30日分に均等に割ります。例えばその光熱費とか毎月で払うものも全部均等に30で割ります。で毎日そうしたら30だと1日1万円分使えることになるんですけど、僕が今日生きてる1日でどれぐらいの電気を使ってどれぐらいの水を使ってっていうのも大体わかると。じゃあ今日はご飯に外食に行くとしたらご飯にこれぐらい使えるなとか、お米を買い出さなきゃいけないから今日の分貯めといて明日に回そうとか、管理の周期をできるだけ短くして、僕のおすすめは1日単位で換算して毎日毎日お金を使って生きているっていう実感すること、僕は不安をなくすすごくいい方法になってます。不安っていうのは基本的に未来の予測から生まれてくるものだなっていうふうに、心理学とかの本を読んで思いました。未来を予測して、でそこに危険がある、例えばお金がなくなっちゃったらこういう風になって死んじゃうとか、なんかそういう予測があるから人間って不安になる。現在を生きることに集中するっていうことが不安を少なくしていくことになるなって思って、なんでお金の管理も1ヶ月先がこうなるだろうなじゃなくて、今日これぐらいのお金があると、これぐらいのお金を使って家の電気をつけて明るいところで生きてるなとか、このご飯を食べてこういう栄養をとってるんだ自分はっていう現在を生きてることにすごく集中できるようになる気がします。お金っていうのを生活とか生きてく幸福の外に置くんじゃなくて、管理すべきものっていう風にするんじゃなくて、自分の生きてく幸せの仕組みの中にお金ももうがっつり入れ込んであげて、僕だったら現在を生きていくっていう感覚を実感を増すこと、そういうのを考えるとなんか楽しいんですよね。3つ目は支出と管理の周期をできるだけ短くするっていうことでした。で4つ目ですね。4つ目は借金をしないっていうことですね。当たり前だろっていうふうに思うかもしれないですけど、意外とめちゃめちゃいろんな人が借金してるなっていうふうに見てて、消費者金融から借りるっていうのはめちゃくちゃ分かりやすい借金ですけど、それだけじゃなくて、住宅ローンとかパソコン分割で買ったりとか、一番身近なものだとクレジットカードですよね。1ヶ月以内の未来の自分に借金してる状態だと思うんですけど、特にですけど気分の波がある人、僕みたいに躁鬱だったりとかお金についてずっと管理できないなって思ってる人は、まず借金をしないこと、クレジットカードを作らないことから始めてみるのがいいかなって思ってます。僕の場合はクレジットカードの代わりにデビットカードのビザカードを使ってます。周期を短くするっていうのもこれと同じ話で、デビットカードにすることによって毎日毎日お金が減るっていうのは連動していくんで、借金ってすごく結構金融的にはレベル高いことだなと思っていて、借金自体に反対っていうよりは何か自分の信用だったりとかそういうものを使ってこの瞬間にお金を増やすっていう技は結構レベル高いから、いざっていう時だったりお金のことについてとか何かの仕組みに対して詳しくなったなと思って遊んでみよう、やってみようって思った時にやってみるのがいいのかなって思ってますね。はい、最後5つ目ですね。お金がなくなっても大丈夫って思えるようになることです。お金とどうやって付き合えばいいんだろうって漠然とした不安みたいなのがなくなってきたのって、お金がなくなっても大丈夫って思えるような体験をしてきてからなんですよね。大人になって働き始めてからお金がほとんどなくなるみたいな体験をした時に、その時はすごく大きな鬱になってたので、これはもう無理して働くのはダメだなと思って、お金がなくなったらもうなくなるっていう現実、身を任せてみようって思ったんですね。もうホームレスになるならもうなろうと、ちゃんと生活保護をもらって生活しようと思ったら生活保護をもらってみるとか、なんかそんな風に思ったタイミングがあって、その結果として死んじゃうみたいなことはなかったんですよね。当たり前かもしれないですけど、お金がなくなったからって死ねないです。なんか周りの人はすごく助けてくれたりするし、国の保証としても助けてもらえるし、お金がなくなっても死なないんだなと
か自分のつながりって消えないんだなっていう、むしろなんか強くなったような気がしてて、僕の中では大事な人に助けてもらう体験とかを通して、なんでじゃあお金に不安になってたんだっけっていうことに不思議な気持ちになったというか、その体験を経てからなんかガラッと僕の中でお金に対する感覚が変わったんですよね。お金が減っていくっていうことに対して不安を感じなくなりました。なんか今はそういう流れの中にいる時なんだなっていうふうにただ思うようになって、でまた増える時には増えるだろうなっていうふうに思うようになりました。僕みたいに気分の波がある方は気分の波に従って抗わないっていうのが一番いい生き方だと思うんで、お金もその波に従って生きていく。なくなる時があったりとか、すごく増える時があったりとか、そういう生き方でいいじゃないかと諦めてしまうっていうのが根本的には大事なことなのかなって考えてます。はい、ということで今日はお金の不安を減らす習慣、考え方、生き方みたいなことについてお話しさせていただきました。皆さんも工夫してることだったりとか、こういう風に考えて変わったよみたいなことがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。今日も動画を見てくださってありがとうございました。このチャンネルでは気分の波だったりとか相うつと自然体で豊かに生きていくための日々の練習だったりとか暮らしのことについてお話ししています。よかったらチャンネル登録して応援してくださるとすごく嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。じゃあね、そうだ、話してほしいトピックとかご相談とかがあれば概要欄の方に質問箱のリンクを貼ってるんで、メッセージをいただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあねー。